Hello，大家，雾蓝色的雨后晴天第7集，九慈家的老宅最终还是没能逃脱被拆除的命运。九慈和吴七在最后一刻也还是选择放手了。这一集就让我们继续来看看离开了那个家之后的2个人会如何面对生活的变故，如何面对新生活。吴七搬到了这个公寓来了。看起来过得不错。疲れた。もう少しやっとくか。工作之余努力学习翻译哦。あ。ヒゲか。なんで？今どこ？マドリード。お？なんかムカつく。来るか？行けるもんなら行きたいけどさ。俺は誰かさんみたいに優雅じゃないもんで。他是真的过得不错，还是有一点是在假装过得不错？まあ春には帰るよ。春ってまだまだ先じゃん。預けてたサボテン、調子はどうかと思って。你确定没有其他话想要跟吴七聊聊吗？お前のことは、まあ見ればわかる。それはどうも。春を待っていた。善意的谎言，你看，我就说吧，他们假装自己过得不错，想让对方放心。英語でわかんないとかって。俺でよければ見るけど。立見先生は休養でちょっと遅くなるって。ああ、我々遅くなった。おお、竹内最近よく頑張ってんな。別に受験に向けて今から強化しといた方がいいなって。娘たちが幼稚園で作った粘土細工を妻がキーホルダーにしてくれたんだ。面白いだろ。哎呦，吴七也发现了什么？そうだな。竹内ってあんまり喋らないし、とっつきにくい子かなと思ってたけど。他只是找借口想要来跟那个老师讲话罢了。最后问题也还没问完就离开。哎呦！てか立見さん。なんだかすごく疲れてます？そう。12月って旧暦で春待ち月とも言うんだって。每个人都在迎来属于自己的春暖花开哈，想要赶紧离开现在的低潮。東さんの役はいつもとても正確ですね。ただ基本に忠実なのは大切なことですが、少し硬い。それはむしろ褒め言葉なんじゃないかな。基本はしっかりできてるから次のステップに進みなさいっていう。自信持ちなって。東の翻訳は本当にセンスいいんだから。ありがとうございます。確かあの時翻訳してたのがオースターの幽霊たち。懐かしいな。あれからもう20年か。俺が女に興味ないって打ち明けた時の立見さんの何とも言えないか。哇，没有想到あれでもポーカーフェイス保って必死だったんだから。他大学的时候就已经出柜了，很勇敢呢。何度も救われてきた。立見さんのそっと人に寄り添うような優しさに。Yes，他身边他真的都是好人。立見さんが？昨日救急車で運ばれてそのまま入院だったって。どういうことですか？多治見先生って本当に風邪なんですか？吴七，你不要逃避问题，这个学生的问题你得要交由你好好处理。本当に大事をとっての入院だから心配すんなって。吴七，你应该有感受到他们的议题所在吧？原さん、ありがたい。吴七，你现在心情这么沉重，连翻译课都没去。分析。圣诞节快到了，春天也不远了啦。お前のこういうとこ寒くていいよな。うるせえ。胡子刮掉了哦，九慈。立見さんがさ入院しちゃって家族以外面会できないって相当だよな。哇。お前大丈夫か？大丈夫大丈夫。立見先生の病院の場所教えてください。これだけでも初めて買った
哎呀，何もできないの。辛い。好啦，我必须说，其实这个男同学他没有什么逾矩的行为，他已经算很克制了。分かった。吴七虽然明白，但是可能也不好意思在他们有什么事情之前就把话点破。やっぱり面会は厳しいって。お守りは？それはちゃんと渡してくれるって。这句是善意的谎言吧？ありがとう。你看那些心虚的表情，你看吧。嘘をついた。それでも少し顔がほころんだ竹一にこれでいいんだと自分を納得させた。春待ち好きどころかこれからが冬本番だっつうの。啊，真的，春天之后并不是立刻变暖啊。でも什么？等一下，这也太突然了吧 ！Oh my god， 始料未及啊！虽然说这部剧本来就是一直都在讲生离死別。多治見先生はきっと優しいお父さんなんだろうなって。優しい夫で優しい友達。あんなお父さんいたらなんて考えちゃって。哦，もっと違う感情なのか。稍微收敛一点哦，在这里不要把话讲得太清楚。他知道分寸了，我相信他。お守り聞かなかったね。哎，啊，结果这护身符、这些心意，还有武七想表达的感谢，都没有能在他生前的时候告诉他。小さな嘘で取り繕って大人のふりをして本当は俺が楽になりたかっただけなんだ。ホワイトライだよ。哎呦，是啊，ホワイトライ。学长在天之灵也会告诉你没关系的，他理解。哎呀，9時。葬式だったんだろ、あの先輩の。啊，また同じこと繰り返すのか。今度押しつぶされたらもう戻ってこれなくなるかもしれないぞ。不会啦，武七看起来这次没那么糟。好吧，看来武七其实心里很难过啊，也是在逞强。还是九慈了解他，连我都被骗过去。辛いよ。九慈是赶回来陪他的。センスいいねって言ってくれたんだ。これからもこの繰り返しなのかな。明日のこともその先のことも何にも分からなくて。其实大家都是这样过来的啦。大切な人たちはみんな俺の前からいなくなって何もかもか虚しいよ。いいこともあるよ。ティッシュだって。虽然他也可以自己拿卫生纸来擤鼻涕、擦眼泪，但是有一个人会替他递卫生紙，是一件很温暖的事。他不必逞强，在九慈面前。おい、やりづれえよ。頑張れよ。お、ちょっとこれ取って。どんなに悲しくても腹は減る。生あるものの日常は続く。在离开九慈家之后，还以为他们的人生会迎来新篇章，没有想到是悲惨的一篇呐、是新篇章没错，但是似乎不是我们以为的人生越来越好，在春暖花开之前还要经历一段寒冬啊！九慈离开了老家之后，开始了一段旅行。也不知道他到底经历了什么样的心路历程。我们只知道在吴七离开之后，九慈还待在那间房子一段时间才离开。也不知道他离开日本出去旅行，是想出去散散心，忘掉难过的事，还是其实内心在逃避，又或者都有吧。又或者他其实也没有我们想的那么难过，真的是想要在人生进入下一个阶段之前，给自己一段空档的 gap year 旅行。不管怎么样，九慈貌似看起来过得还可以。不过其实吴七也是啦，看起来他开始为自己的人生负责了。他有了新工作，也有为之努力的梦想。可是，一切的一切似乎都没有他想的那么顺利呀。他的好学长
经历了跟学生的纠缠，站在旁边观看一切的他，什么都做不到。虽然我刚才其实内心默默希望武器可以积极的参与解决这桩问题，可是呢，其实后来想想，站在他的角度，他其实也不适合插手这样子纠缠的事情啊。再怎么说，这个学生也没有逾矩，也没有做什么他不该做的事情，他学长也没有把事情点破，那么吴七这个外人就什么也做不到。殊不知事情就这样拖着拖着，人就走了，事情就不了了之了。又或者，这其实也是事情的另外一种解决方式呢？哎。这个冬天怎么让每一个人心里的火焰都熄灭了呢？怎么就这么难过呢？不过幸好那个学生他还只是个高中生，他的人生还很长。而武七他身边也还有九慈，知道他经历了重大的打击之后，立刻赶回来陪他，希望他不要再一蹶不振，希望他不要再像以前那样重蹈覆辙，从此陷入低潮。有了九慈在身边陪着，武七也知道自己该好好的活下去，就为了活着的人。为了他自己，果然活着就是人生最难的功课呀！人一辈子都在学习如何活着，人生并不是跨过了一项议题就从此幸福快乐了。你永远不知道意外跟明天哪个先到啊，也不知道在下一个春天之前，现在的寒冬该如何过去。也许我们该做的不是一直苦苦的往前看看下一个春天在哪里。而是要学习在寒冬里如何立足，如何生存，如何为自己、为身边的人活下去。行了，这集就看到这边了。我相信这一次的武七学会了为自己负责，他会好好的活下去的。这集就看到这边，下次见，拜拜。